今回は27番ヘッドをメイクしたいと思います。前回動画にしたパールメディウムとこのパールの粉末を使ってメイクをしていこうと思います。で、その前にアイホールをカットしたいと思います。アイホールの裏もきちんときれいにしてあげて、アイを当てて隙間がないぐらいに削っています。メイクはですね、今回ホロライブのオマルポルカちゃんのメイクをベースにして、パールメディウムとかこれを使う関係で雰囲気違うかもしれないんですけど、一応ベースはオマルポルカちゃんでいこうと思ってます。最近あんまりメイクしてないんでちょっとドキドキなんですけど、ポルカちゃんのメイクは下地が紫っぽいので、紫でですね、雰囲気出すために軽くですね、輪郭をちょっとなぞってきます。今回の筆は造形村さんの青の3番ですね。これを使ってます。量産して書くことがないので、7番推奨とかってあるんですけど、正直3番でもですね、5番は一応買って試してないんですけど、1番も買ってないんですけど、個人メイクで使ってる分にはほぼほぼ一緒かなって思ってます。細いところを描くのはですね、この筆が短い方が描きやすいんで、一番最初にですね、筆を何番買おうか悩むって場合は、1番でも3番でもいいかなと思います。本当に足りなければ7番買ってもいいでしょうし、他の筆とか試してもいいんじゃないかなと思うんですけど、今回のヘッドはソフビ彫りとか削りとかですね、そういったことは一切してない純粋な27番ヘッドですね。なので27番がどういう雰囲気になるかっていうのも参考になればなとは思うんですけど、そういうメイクができるかどうかっていうのは正直自信がありません。ポルカちゃんはもっと目が垂れ目なんで、アイラインで雰囲気を出していこうと思うんですが、なかなかそれが難しいんですよね。そこが面白いところではあるんですけど、結構適当にザザッと書いたんですけど、久々ですとちょっと緊張するのと思うように筆が動かないですね。もう少し垂れ目になるようにですね、ちょっと今工夫してます。目頭の方を少し厚くして目尻にかけてこうなだらかになる感じですね。ポルカちゃんの楽しみなところは、目の周りにいろんなマークがあってキラキラしてるんですよね。この面の中で一番メイクが面白いんじゃないかなっていう、すごいキラキラした素敵なメイクなんですよね。続いて二重線と眉毛を描いていくんですけども、これがまた難しいんですよね。だいたい当たりを出すために私は適当に描いちゃうんですけど、そうするとヘッドが汚くなるんで、ほんともっと薄い色で一回下書きしてイメージつかんだ方がいいかなって思います。一発で線を決めるってなかなか難しいんで、なので薄い線で下書きして雰囲気つかんで本書きするっていう。赤とかオレンジとかそのままの濃い色でやると、その色が結構映っちゃうんですよね。このアイラインの部分は何を隠そう2度目なんですね。一回消してやり直してるんですね。なので最初の頃っていうのはなかなか雰囲気出すっていうのも難しいですし、なおかつ今度左右対称にする必要っていうのはないんですけど、あまりかけ離れたメイクですとね、ちょっとなんで、バランス見るのにある程度当たりが出るまで薄く描いた方がいいんじゃないかなと思います。この絵の具はかなり濃くしてるんで、もっともっと薄い色ですね。濃い色で描いてるというより、絵の具混ぜてたら濃くなっちゃったっていう、それだけです。ちょっとこう上すぎましたんで消して描き直し。経験的に黄土色は比較的ですね、色移りがあんましにくい色のような気がします。
続いて眉毛ですね。眉毛は結構キリッとした眉毛なんで、これもちょっと感覚で描いてみるんですけど、こんなイメージ。こんな感じかな。じゃあこれをですね、少し太らせてみます。どうですかね。ちょっと長すぎるかな。でこんな感じで下書きができたので、こちら側をパールメディウム、こちら側を粉末の方を使ってメイクをしていこうと思います。色はそうですね、ポルカちゃんはもっと黒い色なので、紫に黒を入れたパールの状態のものをここに塗ってみたいと思います。比率は結構適当なんですけど、黒と紫が1で、パールメディウムを2ぐらい入れたんですけど、あまり目立たなかったんで、パールメディウムは多分割合的に5とか6ぐらい入ってます。全体的に塗ってきます。パールメディウムの量が多いので薄まってしまったんで、色があんまり出ないかもしれないですね。もう少しですね、この毛先の方も塗ってみたいと思います。毛先はですね、ちょっとはキラキラになりますね。本当に気持ちいい。毛先の方をこうキラキラさせるんでしたら、単独のパールメディウムを軽く塗ってあげてもいいかもしれないですね。こんな感じ。右側はこのパールの粉末を混ぜたものですね。黒1、紫1、パールが 0.5 ぐらいの割合です。前回のテスト同様に、やっぱり若干白くなりますね。このパールを入れるんで。ややメタリックっていう感じなんですけど、ラッカーカラーのようなこうガンガンのメタリックっていう感じでもないですね。これは本来の色が薄くなっちゃってるんで、ちょっと比率が悪いのかもしれないですね。動画だと多分ここがキラキラしてるっていうのは分かりにくいかもしれないです。肉眼で見てもキラキラしてるのかどうかっていうのがやや微妙。こっちのパールメニューの方がキラキラしてて、こっちは明るい紫っぽくなっちゃってますね。これをもっと紫色にするとなると、今パールメディウムの量をかなり少なくしました。どれくらいでしょうね。多分 0.2 ぐらいの量ですね。絵の具の見た目は結構濃くなったんですけど、塗ったらどうでしょう。配合を少なくしたらほぼパール感がなくなってしまいました。アクリル絵の具は透明の絵の具じゃないので、沈んじゃうというか、もう見えなくなっちゃうんですよね。この右側は普通の塗り方でとりあえず塗っていこうと思います。こんな感じでメイクできました。仮で目を入れたんですけども、全然似てないですね。まあこれはこれでよしとして、今度はですね、口を描いてみようと思います。眉毛みたいにイメージつかむためにちょっと試し書きを黄土色でやってみます。位置関係は書いてみないとピンとこないんですよね。これちょっと上すぎ。このぐらいがちょうどいいかな。ちょっと下すぎる感じですね。難しいですよね。オマルンの口はもう少しこうですかね。そうですね。ちょっとも口角上げ気味。
この位置でだいたい OK っぽいので、あとは微調整っていうか細く綺麗にちょっと描いていきます。描いた線を残すためにシンナーでですねちょっと拭き取ってます。口は線だけですね。なかなか線だけで口を表現するって難しいですね。今まで口の形に沿って色を塗るっていうのをやったんですけど、今回は全くのフリーハンドなんで微妙に左右のバランスが違うように見えてるんですよね。口はこんな感じ。結構可愛く描けたんじゃないかなと思います。下描きをしてから濃い色で少し口角を太めに口の先端にかけて細くして、真ん中はですね薄め液をつけた綿棒でちょっとパタパタパタってやって薄くしてみました。おまるんの口は少しピンクがかっているので、後でパステルとかですねピンクを塗ってみようと思います。少し二重のところがですね寂しいので1本ですねちょっと線を入れてみようかなと思います。おまるん意外とですねこう眠そうな目をしてるんですけど、このメイクだとこうパッチリ系のメイクになってなんかここら辺が寂しいんですよね。続いておまるんのですね目の下の模様を描いていこうと思うんですけど、模様を描く前にどんな位置関係かっていうのをはっきりさせるためにブルータックをつけてみました。こんな位置に描いていこうと思います。模様が結構ちっちゃいので描けるか心配なんですけど、以前買ったゴッドハンドさんの極面層を使ってチャレンジしてみたいと思います。目の下はこんな感じで塗れました。結構時間かかったんですけども丁寧に描いたんで綺麗にできました。またこのまぶたにですね十字の模様を描いていこうと思います。メイクがこんな感じにできました。碁石アイもですね作ってみたんでこれをセットしてみたいと思います。では最後にパステルを塗っていきたいと思うんですけども、この間ルミナスエトワールさんで購入したドール用のメイクの筆をですね使ってメイクしたいと思います。じゃあいつものですねピンクから、筆は2番目に太いものですね。でおまるはこのほっぺの上ぐらいがピンクっぽいんで、そこら辺を重点的にパステルのせていきます。あらかじめ柄を描いてしまったのでそこもちょっとパステル乗っちゃうのでですね、後でブルータックとかで塗ってあげようかなと思います。筆先が平たくなってるんで結構均等にパステルがのせられる感じでいいですね。パステルが入ると本当に表情が豊かになるんでやっぱりメイクは面白いですよね。とりあえずこんな感じ。この4番の筆でですね全体的にオレンジっぽい色とピンクっぽい色をポイントで入れていきたいと思います。また100均との比較になっちゃって大変恐縮なんですけども、こう毛先が揃ってるのでですねこう細かいところちょこちょこっとこう描くときに描きやすいのと、あと毛がですねしっかりしてるんですけど毛先が柔らかいのでこうパステルのノリがいい感じがします。5番目の筆なんですけど唇のちょっと軽くピンクっぽくなるように
こら辺は絵の具でもいいかもしれないんですけど、絵の具で描くとですね、塗ってあるところと塗ってないところの境目がメリハリができてですね、ちょっと違和感あるんで、唇はパステルで描いてます。で、描くというよりこう押さえつけてる感じですね。別にこれがなんとかテクニックとかそういうわけではないんですけど、唇もピンクになりました。あとそうですね、こういうところをちょっと表情が明るくなるようにピンクを入れたりして、だいたいいいかなと。ですね、こう毛先が細いので、こういう細かいところとてもやりやすいですね。この筆は今までの100均と比べるとすごく高級な筆なんで躊躇しちゃうんですけど、やっぱりドール用っていうのは安心して使えるので、予算に余裕があればぜひいいんじゃないでしょうか。筆が変わったからといってスキルが上がってないので、出来栄えはいつもとあんま変わんないです。それでは最後にワンポイントでホワイトとか頬の斜線とかを描いていこうと思います。本物は斜線はないんですけど、幼い顔のヘッドなんであった方が可愛いかなと思って。はい、こんな感じでオマルンのメイクができました。アイホールとか加工してないんですけども、かなりオマルンの雰囲気が出てるメイクになった気がします。それも一重にこういったですね、メイクの特徴があるからだと思います。ではちょっとおさらい的なところで、まずですね、全体的なメイクは特段変わったところはないんですけども、このアイラインのところにパールを使ってみました。左側がパールメディウム、右側がパールの粉末なんですけども、ほとんど効果が見られない状態になっちゃいました。これは私の使い方の問題もあると思うんですけども、テストではパールメディウムキラキラしてたんで、もっとですね、最終段階で使えばキラキラ感が出るのかなと思います。で、パールの粉末はぶっちゃけアクリル絵の具ですとあんまり効果が見られない感じがしますので、なんかこうどうでしょうね、パステルに混ぜるとかなんかした方がいいかなと思うんですけど、ちょっと現段階ではこうした方がいいみたいなところはあんまり思いついてません。一番特徴的なマークですね、これ一つ一つ書いていて、今回ですね、調色色混ぜるのめんどくさかったんで36色セットの中から色を選んだんですけど、いつも使っているカラーセットでも調色ができるので、それでもいいかなと思うんですけど、この細かいですね、模様で位置関係が結構ずれるとちょっとかわいそうな感じになっちゃうかなと思ったんで、ブルタックで位置を決めてですね、剥がしながら一つ一つ描いてたんで、かなり位置ずれっていうのはないかなと思いました。細かかったんで、これを全部描くのにですね、2時間ぐらいかかってます。それでもですね、こうやって出来上がるととっても可愛いんで、それの2時間かけた成果っていうのは出たかなと思います。口の部分ですね、27番ヘッドはこの線とかですね、輪郭っていうのがないのでフリーハンドで描く必要があったんですけど、下書きは黄土色の薄い色で下書きをして、大体のこの線のイメージっていうのを掴んで、そこから線を濃くして作っていったっていう感じにしてます。可愛い口の形ができたんじゃないかなと思います。もう少しですね、先を尖らせてあげると、こう、なんて言うんですかね、もっと可愛らしい口になったかなと思うんですけど、これでも十分いいかなと思います。あと、口の表現をするのに、真ん中ら辺を絵の具を薄くして、ピンクのパステルを塗りました。で、立体感を出すためにですね、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、ここにホワイトを少しだけ入れてます。動画だとちょっと見えないかもしれないんですけど、普段のメイクでもこの唇の先にですね、ホワイトを入れると唇がちょっととんがったイメージが出せるんで、これをやってます。あと口のこの下にパステルを少しだけのせて立体感っていうのを出してます。チークはですね、結構ピンクっぽい感じだったんで、同じように
結構ピンクで塗りました。なんかオマルンっぽい感じですよね、このピンクが。これはいつもと同じようにオレンジとピンクをのせてるんですけど、左側がオレンジの上にピンクをのせたもので、こっちは忘れてたのでピンクの後にオレンジをのせたものなので、ちょっとですね色味が違うというか、右側が少し濃い感じになると思うんですけど、オレンジをのせてからピンクっていう方が綺麗にできるような気がしました。眉毛はいつも通り下地を描いて縁取りをするっていう感じですね。これはいつも通り変わらないです。縁取りの線の色はもう少し薄く細くしてあげても良かったかなと思います。線が太いとここだけなんかディティールの感じっていうんですか、この髪の毛の細さとここの線の太さのギャップが出ちゃうんで、もっと細かく描いてあげてもいいかなと思いました。あと目なんですけども、いつもの通りハイヤーアルパカで描きまして、オマルンのこの瞳孔の部分ですね、真ん中ハートなので、ハートのブラシをダウンロードしてハートのこの模様をですねやりました。このハートの形っていうのも可愛いですね。一見こう見ないと分かんないんですけど、よーく見るとハートの形になってると思います。でこの目の中が結構ですねキラキラしてるんで表現したかったんですけど、なんか難しそうだったんで、白とか赤とか青の点をですね適当に散りばめた感じにしてます。本物はもっとですねハートのマークの影だったり、この上の部分が結構凝ってるんですけど、これだけでもオマルンの目っぽくなっております。あと最近から始めたんですけども、碁石アイの上にこのですね UV レジンでコーティングしてあげると、アイの完成度がもう飛躍的に上がるので、これをやりました。今回もですねピッカピカになってます。2回だけですか塗ってるんですけど、こんなに綺麗になるので、碁石アイを作られてる方はこの UV レジンでのコーティングおすすめです。あとウィークはですねちょっと似てないんですけども、色味が似てるものですねを選びました。これはスマートドール用の8インチのウィークなんですけども、27番はヘッドがちっちゃいんで、スマートドール用の8インチのウィークがこうやって装着できるので、 MDD の持ってる方はスマートドールとのウィッグを兼用で使えることができるので結構いいと思います。ぴったりですよね。可愛いですよね。はい、今回はですねホロメン5期生のオマルポルカちゃんを描いてみました。時間はそうですね2日足掛け3日ぐらいかかったんで、メイクにすごく時間はかかったんですけども、とても満足いくメイクができたと思います。またですねこういった可愛いメイクのドールたちを作っていこうと思いますので、これからも楽しみにお待ちいただければと思います。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ではまたね、バイバーイ。